ミルトンチャンネルです。今日はリンサークリーナーを使って車のシートを徹底洗浄しました。その使ったクリーナーがこちら。今回は今座っているこのソファーマットも60度の熱水できれいにしたんですが、汚れがめっちゃ取れてかなり楽しかったです。車の中をきれいに整えるためにリンサークリーナーを導入します。ヤデア加熱低温式リンサー洗浄機です。内容物は R6 リンサークリーナー本体、多機能ブラシヘッド。こちらはブラシがついていて、この透明の部分の2箇所の部分から吸い取った液体やホコリ、チリ等をこの部分で本体に吸い取るようになっているようです。ちなみにこれは分解して掃除ができるようになっています。続いて大型ブラシヘッド。これは先ほどの多機能ブラシヘッドと同じで、吸い込み口が3つと大きくなったタイプのものになっています。次にセルフクリーニングセット。これはこのリンサークリーナー本体のホースや本体内部の洗浄に使うヘッドのようです。そして日本語の取扱説明書。これはかなりわかりやすい日本語で書いてあるので、使用に困ることはないと思います。この R6 のサイズは横約32センチ、高さ約 32.7 センチ、縦約 22.6 センチ、重さは約 4.2 キロ、ペットボトル2本分なので片手でも軽々持てます。本体正面を詳しくチェックしていきます。本体上部のこの部分は全てタッチパネル方式になっていて、一番上が電源ボタン、このモードと書いてあるところは吸引力の調整ができるボタンになっています。またこの水温と書いてある部分は40度と60度の温度を調整できるようになっています。そして向かって左側、ここは汚水タンクになっていて、このように簡単に取り外すことができます。またこの汚水タンクの蓋はこのボタンを両側で押しながら外すとこのように簡単に開けられるので、中に手を入れたりスポンジで洗うことも可能です。続いて向かって右側、清水タンク。こちらも簡単に取り外せるようになっていて、同じくこのボタンを押しながら引っ張ってきれいな水をこの部分から注水するようになっています。続いて反対側、こちらはこの真ん中の部分が電源スイッチとなっていて、本体の下部にこのようにホースが巻き付けられているような形になっています。このホースの長さは約 1.7 メートルあるので、少し離れたところに本体を置いて掃除することも可能になっています。ノズルの形状はこのような感じ。このノズルに多機能ヘッドをつけてみます。この多機能ヘッドの丸の部分をノズルのこの切り欠きの部分に合わせてセットします。このボタンは噴水ボタンとなっていて、このボタンを押すとお湯がこの部分から発射されるようになっています。このリンサークリーナーは映像のようにカーペットに液体をこぼした時に吸い取りながら洗浄する洗浄機で、水をこの部分で出しながらそのままここの吸い込み口で汚れた水分を吸い取っていくので、ソファーや車のシート、カーペットやラグ、ぬいぐるみや絨毯等の汚れも取れるようになっています。この R6 のホースの中はこのように中に1本チューブが入っていて、この部分から温水を供給し、このノズルから噴出させ、そしてこの透明の部分の2つの吸い込み口から汚水を吸い出し、この外側のホースの部分で汚水を吸引するようです。実際に水を入れて使ってみます。この清水タンクの中にはこのようにフィルターがついているんですが、水以外のものを入れてはいけないそうで、洗剤等を入れないようにしてください。この部分はこの側面の部分にスプリングで押し返す弁がついていて、これがあることによって水が漏れないようになっています。マックスの部分まで注水しました。本体のこの部分に切り欠きがついているので、この部分にこの注水タンクのこの凸の部分を合わせ置いたらセット完了です。この清水タンクの水の容量は満水時約 1800ml、かなり念入りに洗えるような水の量です。
電気を入れて使ってみます。この電源ケーブルは約5メートルあるので、かなり離れたところからも作業できます。またこの R6 の消費電力は定格約 500W なので、大半のポータブル電源で動かすことができます。またこの R6 は防水性能が IPX4 なので、野外で小雨程度が降っても問題なく使えるようです。 R6 の反対側にある電源スイッチを入れます。そしてこの電源ボタンを押すと吸引が始まります。この R6 の吸引の音量、マニュアルには騒音レベル 70dB から 80dB となっていますので、デシベル系でチェックします。この 87dB という数字、地下鉄の車内ぐらいの音量なんですが、そこそこ大きい音。印象としては普通の掃除機とほとんど変わらないような印象です。ヤデアの R6 はこのノズルから噴出される水温が40度と60度2タイプ選べるようです。本当に40度の熱水が出るか試してみます。電源を入れてこのボタンを押すと熱水が出てきます。まずは40度を試します。あったかいお湯が出ています。念のためサーモグラフィーカメラでもチェックします。まず40度を試します。噴出口の部分は44度程度。触ってみても熱めのお湯が出ています。次に60度を試します。60度です。瞬間的に57度ですとか56度程度を指しています。触れないぐらい熱いです。これでしたらある程度ダニ対策にも効くと思います。今回はこの R6 を使うためにダイソーでマイクロファイバーバスマットを買ってきたので、これを意図的に汚してこの R6 で汚れを吸い取ってみたいと思います。この R6 を使ってバスマットの汚れがどれぐらい落ちるか実験です。このバスマットはこのようにフランネルのような素材で肌触りが良さそうな製品なんですが、このように毛足が少し長いので汚れがいっぱい入ってくれると思います。今回はこのバスマットにコーヒーをこぼして実験します。コーヒーをこの部分にこぼして40度のお湯、そして60度のお湯で洗浄力に違いが出るかを試してみます。このこぼすコーヒーはこぼしてすぐに吸引してしまうと、現実的にはこのリンサークリーナーを取ってくるまでに 1,2 分はかかると思うので、実際にコーヒーをこぼして2分間経ってから吸引することにしました。念のためストップウォッチで時間を計測しておきます。シミを伸ばしておきます。はい、2分が経過しました。まずは何もせずにこの部分を吸い取ってみます。この R6 はこのモードというボタンを押すと標準から強力に吸引力が変わるそうなので、モードも押してみます。吸引モードを1段階上げます。水を出さずに吸い込むだけだと汚れは取れないので、 R6 の水温モードを40度で使用してみます。この40度という温度は10秒から15秒ほど待つと出てくるそうです。出してみます。布に噴射される温度もサーモグラフィーカメラでチェックします。温度はおおむね40度程度。40度のお湯で吸い取った感じがこういう感じ。汚れが完全に取れたわけではありませんが、かなりコーヒーのシミが取れてきています。一般的なリンサークリーナーは通常温度が40度までしか上がらないんですが、このヤデアの R6 は60度まで温度を上げて洗浄することができるので、水温ボタンを60度に変更し15秒程度待ちます。60度で噴射します。手にかけてみます。熱っ、かなり熱いお湯が出ています。サーモグラフィーカメラでチェックします。瞬間的には62度程度のお湯も出ました。はい、60度のお湯で洗浄し、この辺りを吸い取りました。こちらは全く濡れていない状態、こちらはコーヒーをこぼした後、この辺り完全にコーヒーのシミが取れているわけではないんですが、かなり綺麗に取れました。そして匂いを嗅いでみてもコーヒーの匂いはほとんどしませんので、そういった意味では成功かなと思います。続いて何もしていないこの右半分に
ラー油をこぼして60度のお湯で吸い取ってみたいと思います。ラー油を垂らしてみます。60度のお湯で吸い取ります。60度のお湯で吸い取ってみたんですが、さすがにお湯だけでは油汚れは取れないので、ダイソーでこういった汚れを取る洗剤を買ってきました。ちなみに R6 のマニュアルには強アルカリ電解水、重曹、クエン酸、次亜塩素酸水等を使うのがおすすめということなので、今回このアルカリ電解水、重曹水、クエン酸水を揃えました。ちなみにこの R6 に使わない方が良い洗剤もあるそうで、台所用中性洗剤、強アルカリ性洗剤、強酸性洗剤など発泡性の高い洗剤はクリーナー内部に泡が侵入する恐れがあるので使わない方がいいそうです。まずはセスキクリーナーを試します。これはセスキ炭酸ソーダにアルカリ電解水が入ったもので、襟袖の皮脂汚れやグリル周り、換気扇に使えるようなので、このラー油のシミにも効くような気がしています。これをこの部分にかけて R6 で吸い取ってみたいと思います。さすがに1回さらっとやっただけでは綺麗には取れないですが、ラー油のシミが色が薄くなってきました。せっかくなので重曹水ですとかクエン酸も試してみます。はい、重曹水でやってもさすがにこれだけのシミはなかなか取れません。ではクエン酸水も使ってみます。だいぶ取れてきました。この3つを比較してクエン酸が一番よく取れた気がするので、これを続投してかけます。これは成分が水とクエン酸、あとは除菌剤のみが入っているようなんですが、これをかけてお湯60度にしてこの部分の残りのラー油のシミを取っていきます。今かけて放置しただけなんですが、かなり色が薄くなってきました。ご覧のようにラー油のシミはほとんどわからなくなりました。裏側もチェックしてみます。裏側のこの部分のラー油のシミ、まだ裏にクエン酸をかけていないのでクエン酸をかけてみます。ちゃんと細かく検証したわけではないんですが、クエン酸をかけただけでかなり色が薄くなっています。重曹やセスキクリーナー両方ともこれはアルカリ電解水が入っているんですが、ダイソーのクエン酸クリーナーを使った方がこのラー油の油汚れには効きそうな感じです。裏側も吸い取っていきます。もうほとんどラー油のシミがなくなりました。裏側を見てもこんな感じ。表側は若干残っているので、この部分にクエン酸をかけて60度のお湯でダメ押しで吸い取ります。汚水タンクが満水になって自動的に電源が止まりました。ラー油の油のシミはほぼわからないレベルで綺麗に取れました。ちなみに排水タンクが満水になるとこのように自動的で止まるんですが、この汚水タンクにはこのようにラー油の汚れが上に浮いています。このままではこの R6 が動かないので、これを排水して捨てます。捨て方は簡単。排水はこのボタンを押して上蓋を取って流して捨てるだけです。ちなみにこのタンクはこのようにスポンジ等を入れて洗剤をつけて洗うことも可能です。こちらの上蓋の方も洗うことができます。かなりラー油を吸い取ってくれているのでラー油だらけです。ちなみに先ほど取り残したこのコーヒーのシミの部分もクエン酸をかけて吸い取ってみます。60度のお湯を出しつつ吸い取っていきます。はい、コーヒーのシミですがほとんど綺麗に取れました。裏側も念のためチェックしてみます。裏側は少しシミがありますけども、これも吸い取れば綺麗に取れるような気がします。かなり綺麗に取れましたね。やっぱり洗剤と併用して取ると裏側もかなり綺麗に吸い取ることができました。
もうこれでほぼほぼ問題ないかなと思います。こちらのラー油の方はよーく見るとうっすらまだラー油のシミが残っているようなんですけれども、それでも洗濯等は一切していませんので、そういった意味ではこの R6 と洗剤を併用して吸い取ることで油汚れもかなり綺麗に取れることが分かりました。ちなみにこの R6 排水タンクは取り外してしまえばこのように簡単に洗えるんですが、先ほどラー油をわざとこぼしてこの中がラー油だらけになっているので、この部分を洗浄する機能もついています。このホース内部や本体の内部を洗浄するためにホースの先についているヘッドを多機能ヘッドからセルフクリーニングヘッドに変更します。多機能ヘッドの交換はこのヘッドを引き抜くだけで取れるようになっています。この部分に切り欠きがついているので使用中に外れることはありません。そしてクリーナーヘッドを取り付けていきます。これも差し込むだけなのでとても簡単です。このホース内部の洗浄や本体の洗浄はこの部分で電源を押してボタンを60度に設定、そしてこの噴水ボタンを押し続ければこの内部にお湯が回ってこのホースの内部も洗浄できるようになります。やってみます。ボタンを押し続けて洗浄します。温水が噴射されているんですが、一応この洗浄は上向きに温水を噴射しても下に垂れるようなことはありません。仕組みとしてはこのボタンを押すとこのようにお湯がホースの内部を流れて洗浄してくれるようになっています。少しホースをこのように回しながら洗ってあげるとまんべんなくお湯がホースに伝わってくれそうです。画面ではちょっと分かりづらいんですが、濁ったお湯がこの中に入っています。タンクを外してみるとこんな感じ。清水タンクの方はこのような形でこの部分から水が本体内部を伝ってこのホースの中のこの真ん中のチューブの部分をお湯が流れていき、そしてこの部分でお湯が噴射されこの中の外側のホースを伝って本体内部に行きます。汚水タンクの方はこんな感じ。このような感じでろ過をする仕組みもあるようです。ちょっと面倒ですがこのような形で何度か内部洗浄を行えばこのホースの中もきれいになると思います。また汚れた多機能ヘッドはこのように透明のプラスチックと黒いプラスチックの部分が分解できるようになっているのでスポンジ等で洗えば清掃も簡単です。取り付けはこのようにワンタッチでできるのでとても楽です。今回はこのヤデアの R6 を使ってどうしても洗いたいものがありました。それはこのセルタンのソファーマットレス。このマットレス寝心地がとても良くて車中泊には最適のマットレスなんですが、1点だけデメリットがあって、このマットレス一応このようにチャック式のカバーがついているんですが、中はウレタンがむき出しでこのカバーを外してしまうとこのウレタンをカバーの中に戻すのが至難の業なんです。このシングルサイズのソファーマットレス購入して1年半以上経ってまだ一度も洗ったことがないのでヤデアの R6 で洗っていきたいと思います。これを洗うにあたっては洗剤等を使うとウレタンの中に薬液が染み込んでしまうので水洗いのみでこれを洗っていきます。使うブラシヘッドを多機能ブラシヘッドから大型ブラシヘッドに交換します。このぐらいのサイズのソファーベッドならこの小さい方より大きい方を使った方が良さそうです。 R6 を強力モード60度で動かします。このセルタンのソファーマットレスパッと見汚れてる感じはしないんですが、1年以上洗ってなかったので60度の熱水でどのぐらい汚れが取れるか結構楽しみでもあります。セルタンのソファーマットレスを洗い終わりました。まだ若干湿った状態なのでこれは立てかけて乾かす必要があるんですけれども、今までに一度も洗ったことがなかったのでとりあえず洗えてよかったです。はい、 R6 で水洗いをして3時間ほど乾燥させました。カリッカリに乾いています。クーラーの部屋に置いていただけなんですがこんな感じで乾燥しました。本当はもうちょっと乾燥に時間がかかるかなと思っていたんですけども意外と早く乾いてびっくりでした。ちなみに汚水タンクの中を見てみるとこのような感じ、ちょっと分かりづらいかもしれませんがホコリですとかそういったものがかなり浮いています。明るいところで見るとこんな感じで
汚い水がかなり出ていますので、マットレス洗えてよかったです。うわ、汚な。やっぱりたまにこうやって洗ってあげるといいかもしれません。今この R6 を使っていて、とても便利な使い方を発見してしまいました。それはこういった床ですとか板の掃除にも使えるということ。ホコリと一緒に水拭きもできるような状態になります。ちょっとこの辺りにホコリがあるんで試してやってみます。このヤデヤの R6 は床を熱水で洗っても水を吸う吸引力が大きいので、映像のように水がほとんど残りません。こういった形で水分がほとんど残らないような状態なので、雑巾等で水拭きしたのと変わらないような状態になってくれます。こういった床のほこりですとか掃除機をかけて、その後に拭き掃除するのはとても大変だと思うんですが、このクリーナーを使えば水拭きと掃除機をかけたのが同時でできるようになります。このように水滴もほとんど残りません。コツとしては、お湯を出して吸い取った後に先に水を止めて水だけを吸い取ってしまえば、このように水滴は全く残らない感じになります。入れなのでこういったところも掃除しておきます。こういった形で掃除をすれば簡単に水拭き作業ができてしまいます。これは床にこういったコーヒーですとか飲み物をこぼした際にもそのままこの R6 で吸い取って水洗いもできてしまうので、僕はこの使い方かなり気に入りました。そういった意味ではこういうよくあるサイクロン型の掃除機では液体を吸うことはできないので、この R6 をサイクロン型の掃除機の代わりに普段使いとして使ってもいいなと感じました。こうやって吸い取った汚れも油汚れでなければさっと流して水洗いするだけですぐに落ちてくれるのでかなり便利です。ほこりも水でさっと洗い流すだけなのでかなり楽な作業と言えます。綺麗になりました。こちらの汚水タンクの方も綺麗です。ではこれを使って今回の本丸車のシートを洗っていきます。汚水等が入ってない状態がこの状態です。これが車を買って一度もシートを洗っていない状態からどれぐらい水が汚れるかを検証します。はい、ガレージに来ました。現在20時39分、気温がこの段階でも28度あります。お昼のこのガレージの中の気温は50度近くになるため、あまりガレージの中で作業することができません。なので夜作業します。私の車は中古で購入してから一度もこのシートですとかこのマットレスを洗っていないので、かなり汚れが取れると思います。一見こういったシートは綺麗に見えるんですが、おそらくかなり汚れていると思われます。設定温度60度設定、強力モードで動かします。運転席の部分も洗っていきます。シートを一通り清掃を終えました。画面では伝わりづらいですが、かなり綺麗になった印象です。まだシートが若干湿っぽいので、しばらくシートを乾かします。ちなみに汚水タンクはシートを4席分洗っただけでこのような感じ。かなり汚れが浮いています。めちゃくちゃ汚いです。シート4台分を洗った汚水がこんな感じ。うわ、汚い。さすがに一度も洗ってないとこんな感じになるようです。車のマットも同様に洗います。こちらが運転席側、こちらが助手席側。こうして比べてみると運転席側の方がかなり汚れています。それに対し助手席の方は比較的綺麗です。この車の足元のシートは裏がゴムの形状になっていて取り外しできるので、取り外して洗った方が早く作業が進みそうです。こちらも汚水タンクは空にしたので、このシートをきれいに洗っていきます。運転席の方を洗っていきます。相当汚れているんでかなりきれいになるような気がしています。もうこの段階で全然違いますね。うわ、汚い。すごく吸い取ってます。たまにシートをはたいたり干したりしていたのですが、このように洗浄するのは初めてです。うわ、やば。砂やホコリが泥水のようになって吸い取られていきます。
普段叩いて汚れを落としているんですが、この R6 でやるとかなり汚れを吸い取ってくれています。3枚のシートを洗い終えました。汚水タンクはこんな感じ。先ほどのシートよりかなり汚れが目立ちます。中もこのようになっていて、もはや泥水ですね。この R6 から出る熱水は約60度。対してダニが死滅する温度は60度ですので、全てのダニが死ぬわけではないとは思いますが、多少ダニ対策にも効果があるかと思います。こちらのシートもしばらく放置して乾かします。明るいところで見ると想像以上に足元のマットから出た汚れがすごいです。かなり泥水ですね。うわ、やばやば。最後の方はもうほんと真っ黒な液体が出てきてますね。うわー、この底に泥が溜まってます。やばいですね、相当。すすいでもこんなに泥が出てきます。うわ、やっぱね。たまに砂等を捨ててたんですけれども、それでもやはりこのようなリンサークリーナーでやるとかなり汚れを取ってくれます。はい、時刻は8時29分。ガレージの中の気温は30度。昨日扇風機をかけて回していたので、車のシートはカリカリに乾きました。シート自体はこのようにかなり綺麗になったように見えます。別に匂い等はなかったんですが、かなり気持ちよく洗えていい感じになりました。絨毯敷きの純正のシートも綺麗になったんで超いい感じです。この運転席のマットも泥や汚れがこの絨毯に入り込んで汚かったんですが、めちゃくちゃ綺麗になりました。今後はこの R6 を使ってもう少しまめに車内の清掃をしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。